テキラードでジョンです。今回はナビ VS CK レイニーというクランですね。結構強い対戦相手になってるのかなというところで、早速やっていきたいと思います。先行ナビの方からですね、キングにフォックスつけた形のラバル編成で、フェニックスをロイヤルチャンピオンにつける形、キング、クイーンと展開してスケルトンの呪文。キングのフォックスも結構強いですからね。ロイヤルチャンピオンの専用のね、ヒーローペットっていう固定概念を持ってる方もいるかもしれないんですが、ちょっと逆にこうしてキングがタゲを取らないことによってストライカーが今ね、やられてしまいましたが、ここはキング、クイーンともに能力を発動しまして、ロイヤルチャンピオンまでつけていきます。これタウン起動すんのかなじゃあ。嫌なテスラだけど、それ。切ったら他のテスラ出てくるからかな、これ。うん。さあ、やはりタウン起動をクエイクでやって、ロイヤルチャンピオンでタウンホール突破することができました。いいっすね。で、ラバルパートは9時の方向からキング、クイーンの方で、援軍はまあ、ポイズンどこに打つか結構迷うところですが、フェニックスがね、ついてることで、これロイヤルチャンピオンがね、ある程度援軍処理を触ってくれてますね。で、上からもラバルを挟み込んで、ここで援軍の方向かってきたので、ポイズン置いて、ボマーも使えると。この手のね、編成、兵器が自由に使えるラバルっていうのがやっぱめちゃくちゃ強いっすね。シューターならシューターでね、どっか自由に置くこともできるし、ボマー型だったり、突撃簡単ホールケアできたりだとか、あとはランチャーを転がすことができたりとか、ラバルの強みはやっぱ兵器を自由に配置に合わせて使えるところかなと思います。さあ、裏からこれはバルキリーバルーンとテスラに合わせつつ、マルチアーチャーターのターゲットをブラしていくっていう意味合いもありますね。かなり強い。このクエイクプラスのロイヤルチャンピオンっていうのがかなり強いですね。ロケットスピアロイちゃん、レイジまで置いてあげると、かなり吹き飛ばすことができるというところでね。しっかりプランニングした上でやると当然強いと。ダダダダ来た。ダンダダンですね。ジャイアントアローを飛ばしてクエイク、ここは出ていきました。対空砲を折ることができたっていうのがこのクエイクのあれかな。クイーンの方はもう完全に、どういうルートを描いてたのかわかんないですが、キングと一緒に歩かせたかったのか、内側入れたかったのか、クイーンこのルートだったらね、対空砲折んなくても別にいいですからね。いや、ちょっと難しいのわからん。これね、なんかこうすると下流れちゃうから、なんともって感じだな。ちょっとこれわかんないですね。なんか、下側行かせたかったっぽそうな雰囲気は感じるんだけど、上からロイちゃん、ここもロケットスピア型ですね。単独でこうやって使うときはね、ロケットスピアもいいかなって感じなんですけど、ロイヤルチャンピオン普通に後ろつけていくときはなんかホグヘイストとかでも全然強いと思うんで、今回は浮き出しになったロイヤルチャンピオンがモノリスにおられましたね。結構やっぱ、ギアはやっぱ使い分けがね、大事だったりするので、今までちょっとロイちゃんがね、ホグヘイスト一辺倒すぎたっていうところもあるのでね、いい環境になったね、選択肢が生まれて。さあ、最終点タウンホール集まっての全開です。カズマくん、ファイヤーボールすぎるね、編成が。ファイヤーボールすぎますね。9時が大盛りかな、じゃあ。もしくは3時。3時ですね。3時、まずはここ、大盛りからのロケバル通して、突撃艦初手で撃つんかな、これは。とか、ファイヤーボールのための削りの可能性もあるのか、これ。5枚セットしてるし。ここ、クエイクからのインビジブル入れまして、タウンホールに向けて撃っていく。これ強いね。これ強いね。さすが。で、9時の方は、サイドカットバルキリーからのキングクイーンを入れていきます。シングルのターゲットは、これキングかな。
アイゴレがいいタイミングでバネに飛んでくれた。で、援軍に対してはポイズンから、フリーズからのポイズンでストライカーのね、攻撃を受けないようにしてますね。で、3時の方は空ウォーデンでキング勝利してるのもいいですね。ロケバル通ってるんで、空からの攻撃、空のね、トラップとかも当たらないですからね。で、ボマーは6時結構素でポンと投げました。ターゲットリがね、この対空砲いったロケバルとかでも先に取らせても良さそうですけど。で、上、ロイちゃんのためにちょっと補助のね、ロケバルをウォーデンと一緒に入れてあげて、第1クロスを折りつつ、ターンホールだけがむき出しになる最終点ですが、ウォーデンの方で、これは拾いに行きます。余裕もあるので、フリーズクイーンのために使ってあげて、余裕の旋回っすね。初手のファイボ強いし、そのためのルート作りのロケバルパート、コウモリロケバルパートを組み合わせるのがいいですね。コウモリ刺さりそう3時みたいなところまでは思いついたりするんですけど、あれをファイヤーボールに合わせるとは。多分考え方逆なんですよね。ファイヤーボール真ん中打てたらいいな。じゃあそのためにはどうしよう。ロケバルを3時削ってあげればみたいな。順番はね、そっちが先だと思うんですけど、きっとね。こういうのが見えるの面白いですよね。さあ、ルートライダー編成。かなりルートライダー多いですね、対戦相手。強化兵者ロイちゃんとキングクイーンでサイドカットする。まあ割とオーソドックスな形のやり方かなというところで真ん中突っ込んでいきます。スケルトンの呪文を置きつつ、まあ、ルートライダー編成ね、全開になった時の速度も速いっていうところで、あんまりハードモードになってから時間の意識は少ないですが、まあ、言うてもね、レベルの高い対戦だと普通に15点15点あるからね。このタイミングでクイーンも能力使いつつオーバーグローをターンホールにかけてというところ。フリーズマルチかシングかわかんないけど、これマルチかな。マルチにかけて上側スーパーウォールブレーカーで穴開けたことでマルチアーチャーターサーレットで、マルチ IT の方にもバーバリアン届きまして落とすことができる。現れたタウンホールの方にちょっとねヒーラーが打たれましたが、ユニットの残り量がすごいですね。まあ裏に結構巨爆がすごいね。大量の巨爆弾と赤爆弾が当たりましたが、もうタウンホールはクイーンが拾ってくれたので、ユニットはタウンホールの影響を受けずそのまま全開です。やったー、曇る歌ライダー編成を返していくということで、12時10日弊社からキングを展開。9時にクイーンを置いてロイヤルチャンピオン使ってというところで、まあそうすると10時なのかな、本体は。うん。いいアイゴレだね。クイーンの縦にアイゴレ使いつつ、キングの方でサイドカットを使って、クイーンの方でもサイドカット。これでロイヤルチャンピオンはね、12時のこのシングルの区画に進みつつ、ロイヤルチャンピオンの横をこのルートライダーたちが進んで、流れないように入っていく。災害集はクイーンが削って、で、2時の方はキングがね、大きく削ってくれてというところ。援軍はちょっと細かい援軍、ストライカーがウォーデンを潰しかけましたが、バルキリーのサポートがあって、なんとかここは間に合いました。ウォーデン保たれる。まあ、あとはね、ぐるぐるするだけなんですけど。スケルトンの自分そこ打つんだ。まあ、打つとこないしな。大砲対地とかのところの、ね、間に打っても良さそうではあるけど。さあ、レイジフリーズ打って、ロイヤルチャンピオン能力発動。ロケットスピア型なので、まあ、タウンポイズンを受けづらいっていうのもね、スピアのいいところかな。なんかフリーズ変なところから落ちてきたけど。ミスタップなのか、ドヤフリーズなのか。これまたちょっと、際どいラインのフリーズが落ちましたね。どっちでしょうね、今のフリーズね。うん。なんかすんげえシンプルなの来た。すごいですね。ユニット3種。ライドラ、バルーン、ベビドラのみ。フェイク1が入ってますね。
いいレイジライドラカット。いや、強いな。まあ、12時と9時をこれでサイドカットしてって、おお、下から行くのかもしや。このライドラまだ救おうとしてるもしかして。おいいや、マジか。えぐ。そのライドラ変名すご。行くんだ、そこ。でも、ポイズン処理までやっちゃうと。いや、だいぶ削れたね。対1クロスまで。いや、持ってって、反対サイドからジャイアントアロー、エアスイーパー降りまして、だいぶ行きましたね、これは。で、間真ん中から、レッツゴーという形で。いや、ライドラ伸びてるね。ライドラが横断しました。でもこんな、うわー、なんかもう、シングル、折れた。イーグルいたよ。クイーンの方にもレイジ打って、ウェイク打って、ロイヤル、いやー、すごいな、これ。強フリーズ4発残って、やば、ライドラやっちゃやば、なにこれ。強すごくないこれ。すごいね。いや、ここまで余力あるライドラッシュ、なかなか見れないっすね。すごい全開。えぐ対戦ハードモードっすからね。あのライドラ救いに行く意味あるんだ。もう使い捨てでいいだろって思っちゃったんだけど。あんなに伸びるなら。星さんラバルですね。いや、面白いですね。さあ。リクスケがね、シューター行かないように。まあ、いろいろ。テスラのケアとかだったのかな今のバーバリアンは。クイーンを展開していきました。反対サイド、キング、ウォルブレイカーと、ロイヤルチャンピオンを入れていきます。さあ、クイーンの方にもレイジ打って、スケルトンもノリスの方向へ。ウォルブレイカーつけて、シューターは3地。ロイヤルチャンピオン。これは、タウンホールの起動がしてくれましたね、サッカーで。ロイちゃんはここ、ロケットスピアでタウンホールを遠距離から落とすことができています。いやー、それキングマルチ IT 触れてるの強かったけど。ロイちゃん強い。ハイダメージ、ストライカー一気に潰して、予定レイジトーム。この奥のマルチ IT をケアしなきゃいけないので、こういう時はヒーリングトームですね。で、裏から、ウェイク揺らしてマルチ IT ちょっとだけ残りましたが、シューターもまだ全然働けるんだよな。自分でやったね、それ。シューターが、今後、そんな仕事しないというところで、防衛施設もかなり減ってるんでね、対地クロスに打たれるだけということで、もうスパガ5割った方が強いでしょっていうところでいい判断。これもえぐいね、ユニットの残り量。素晴らしいアタックが応酬しております。素晴らしいアタックの応酬ですね。というところで、ルートライダー編成。このちょっとね、ちょびっとだけヒーラー入れるみたいなのもね、4体はもはやちょびっとではないか。クイヒーとして使っていくってことなのかなこれ。クイヒーつけて外周流しみたいなのか、本体につけていくのかみたいな感じだけど、さっきは本体つけてましたね。これドルイドバンなのかなもしかして。そういうルールあったりするこれ。ドルイドでいいじゃんね、こんなん。ヒーラーじゃなくて。みたいなところもあるんで。このヒーラー使ってホーミングチェックのバルーン使って、ドルイドとの違いはヒーラーが生き残れば最後まで回復としての仕事をしてくれるっていうところかな。この入りで、今のも多分ヒーラー生み出してからトーム打ちたいっていうのが多分、目的のクイーンクロックだよね、今の。
HP が減ったとかではなくて、ヒーラーを生み出すためだけのクローク打って、そのヒーラーにもトームがかかるような形で打っていきましたね、今。このもうタウンホールから入りそうなノリで、タウンホールオーバーグローかけてきたね。すんごいなんで、ここでクイーン、もう残ったクイヒーを頑張らせると。だいぶ気合い入れたな、これ。いやー、タウンホールいや、うん、気合い入れたね。まあ余力で最終的には全開まで伸びるとは思うんですけど。すんげえな、これ。ヒーラーがすごいぐるんぐるしてる。まあこれで無敵艦隊が出来上がるという感じですかね、外周部。バルキリーとヒーラー。ヒーラーの数がもう多すぎて。で、ヒーラーにもしっかりかかるようなトームとね、バルーンも追加してたっていうことで、まあゾンビ編成を生み出したって感じですかね。ラストアタック、クラウス、タイム早そうですね。ここまで全員パーフェクトで時間勝負になります。しかも対戦相手の方がね、ルートライダー編成ということでかなり早いタイムできてるんですけど、どうでしょう、ラストアタック1分24秒目安のアタックになってそうですかね。相手がね、ルートライダーとかライドラとかラッシュ系をね、頻発してるんでね、タイムを意識するってなるとこっちもね、こういうちょっと早い戦術をやっていかなきゃいけないんですけど、選ばれたのはラバルですね。ロイヤルチャンピオンと3ヒーローを使っ、2ヒーローを使って、いいのか、トータル3ヒーローを使って、3時から6時面を大きく削っていきます。ロイヤルチャンピオンは下側からロケットスピアいいですね。クイーン伸びてますね、このランチャー込みで。タウン前から本体パートスタート、一気にヘイストトーム、タウンホールケアするような形入れていきます。で、裏からバルーン出していって、3時が終点かな、3時というかその上、このね、水と対空のところ。いや、強っ。さらなるフリーズ。そしてもう一発フリーズがまだ手元にあると。フリーズって回収。いや、タイム勝負、なるのかこれは。えぐい。これで1分24秒の全開を取ったわけですね。ラバルでしかも。いや、だいぶ早いっすね。さあ、ラストアタック対戦相手、ルートライダーにヒーラー入れた形ということで、この編成ほんと好きですね、対戦相手は。さあ、まずはガゴ削りから入って、ゴーレム、クイーン、キングと展開されます。12時本体パート。うん。いいホーミングチェック。こういう使い方するんだったらしっかりバルーンでね、ホーミング吸ってあげて。3枚見えましたね。特に今の環境は、外側にホーミング固まってることの方が多いっすからね。ホーミングがしっかり、外側ね、解除できる位置にあるはずなのでね、絶対やんなきゃいけないというところで。さあ、トームかけていきます。こういう時ほら、ね、他の動画とかでも言ってるけど、ガーゴイルぶっ刺さりでしょ。大砲がくじ浮いて。他の言ってね、でも今回だとスーパーバーバリアンとかでね、回収はできるっちゃできるんだけど、もっとね、お得な2枠というところで、この残った大砲簡単に借り取れるからね、ここ5枠使ってるんで、3枠分ね、ガーゴイルならお得なんで。さあ、呪文はたくさん残ってます。クイーンはここインビジブルを使って一旦、ちょっと流れてますね、いろいろと。クイーンは能力解放、オールブレーカーとかもないので、このシングル IT へのアクセスができません。アナーキャンもこのルートライダーがやってくれないといけないっていうところですが、溶けていく。フリーズは3発残っています。さあ、レイジ、ここ、マジ撃っちゃうのこれ。長弾大砲をスキップするような形での。で、フリーズかけて、スーパーバーバリアン入れて、前回までは持っていかれる。いいトルネードかも、それ。時間勝負の時のこれ。はい、というわけでね、終わりまして、15対15の
星数同点という形でちょっとタイムの方を見ていきましょうか。なかなか接戦になってるんじゃないかなという形なんですけど、うおーすげえ !1 秒差 !1 分44秒対1分45秒ということで、ハイレベルな対戦を制したのはナビの方だったということで、面白いですね、この対戦。すごいな。ハードモードでの時間勝負っていうところで、しかも1秒差。結構最後のアタック、そしたら美味しいっすね。最後はあれで逆転したんだね。1秒差だったんだもんね。クラウスが高速ラバルを展開して、かつ相手からちょっとね、長めの2分台の全開で抑えたっていうところでの大逆転でしたね。全体的にルートライダー編成って基本的には速い方のブルーに入るので、相手のアタックがずっと速かったんですけど、それをね、最後巻き上げるぐらいのいいラバルと、それまでのね、他のメンバーもね、はい、前回もいくつかあって、星さんのラバルとか、ラバルとかも結構速いんだね、普通にね。面白い試合になりましたね。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりましょう。チャンネル登録、高評価、シェアしたの達人でお願いしましょう。さよなら。